目撃証言の曖昧さを問う弁護士の訴えも、証拠の不十分さの前では、かき消されるように退けられた。その言葉が告げられた瞬間、ジョンウォンは何も言わなかった。1997年11月、フランス、パリで、ある事件が起きた。その夜から、一人の韓国人移民男性の人生は、音を立てて崩れ落ちていった。2026年3月17日、パリ第11審裁判所、邸内に、静寂が広がった。判事が、書類をゆっくりと手に取った。傍聴席では、誰も息をしていなかった。そして、判決が読み上げられた瞬間、男性は膝から崩れ落ちた。無罪。たった2文字が、24年間の沈黙を、一気に破った。男性の名はジョンウォン。当時41歳。白髪が混じった頭を両手で覆い、声を殺して泣いた。傍聴席から駆け寄った支援者が、その肩を抱きしめた。誰も、言葉を発せなかった。涙だけが、答えだった。しかし、この涙には、深い背景がある。24年という歳月が、どれほどの重さを持つか、想像してほしい。彼が刑務所の門をくぐったのは、1998年の春だった。強盗殺人の罪で、終身刑相当の判決を受けた。言葉も、文化も、十分にわからない異国の地で、彼はただ、殺した、と断定された。抗議した、泣いた、叫んだ。しかし、誰も聞かなかった。実は、その年のうちに、一人の警官が異変に気づいていた。証拠の矛盾、目撃証言のズレ、現場に残された痕跡の不自然さ。彼は内部告発文を作成し、上部へ提出した。ところが、その文書は、握りつぶされた。上層部によって、存在ごと消された。月日は流れ、2026年、パリ警視庁の倉庫整理中に、古びた段ボール箱が見つかった。中には、色あせた証拠物と、一枚の報告書があった。あの1998年の内部告発文だった。DNA 再鑑定の結果は、明白だった。真犯人は、別の人物。ジョンウォンは、最初から無実だった。法廷での無罪判決の後、彼はカメラの前でこう語った。私は、諦めなかった。それだけだ。と、静かな声に、24年分の痛みが滲んでいた。では、この悲劇はどこから始まったのか。1997年、パリ郊外の、ごく普通の秋の夜に戻ろう。ジョンウォンは、ごく普通の男だった。特別な才能があったわけでも、波乱万丈な過去を持っていたわけでもない。ただ、より良い暮らしを夢見て、家族のために異国の地へと渡った。そういう男だった。1991年、彼はパリへやってきた。韓国の小さな港町で育ち、料理人として腕を磨いた後、フランスという大きな舞台にかけてみたかった。スーツケース一つと、わずかな貯金。それだけを持って、シャルル、と、ゴール空港に降り立った。パリの生活は、決して楽ではなかった。言葉の壁は、想像以上に高かった。フランス語の発音は難しく、近所の人との会話さえ、最初の頃は身振り手振りで何とかこなすしかなかった。それでも、彼は諦めなかった。毎朝早く起き、市場へ食材を仕入れに行き、夜遅くまで厨房に立ち続けた。パリ19区の小さな韓国料理店。それが、彼の城だった。広くも豪華でもない。カウンター席が6つほどの小さな店だったが、彼にとっては誇りそのものだった。常連客が少しずつ増え、店の評判も口コミで広がっていった。妻のスヨンも、この頃パリへ来た。二人は韓国で出会い、遠距離を経て、ようやく同じ屋根の下で暮らし始めた。二人の間には、まだ幼い娘が一人いた。
名前はミジョン。当時、5歳だった。週末になると、3人でセーヌ川のほとりを散歩した。ミジョンはいつも、橋の上から川面を覗き込んで笑っていた。ジョンウォンは、そんな娘の手をしっかりと握りながら、これが幸せというものだと、そう思っていた。夢はいつかもう少し大きな店を持つことだった。フランス人にも韓国の味を知ってほしかった。ごまの香り、じっくり煮込んだスープの深み、素朴だけれど心にしみる料理、それをもっと多くの人に届けたかった。1997年の秋、その夢はまだ確かに輝いていた。ジョンウォンは毎日笑顔で厨房に立っていた。スヨンはホールを切り盛りし、ミジョンは近くの小学校に通い始めていた。ごく普通の穏やかな家族の日々だった。だが、その秋に全てが変わる夜がやってくる。1997年10月、パリジュ8区、夜の深まりとともに、ある小さな食料品店に異変が起きた。午後11時過ぎ、近隣の住民が通報した。店の奥から物音がする。駆けつけた警察が扉を開けると、そこには血の海があった。店主のアルジェリア系フランス人男性が鋭利な刃物で刺され、絶命していた。レジは空だった。強盗目的の殺人と警察は即座に判断した。ジョンウォンの店はそこからわずか300メートルの距離にあった。通報から1時間も経たないうちに捜査員たちが彼の店へやってきた。理由は単純だった。近隣で聞き込みをした際、ある目撃者がアジア人の男を見たと証言したからだ。パリジュ8区に住む韓国人の男性料理人という条件だけで、ジョンウォンは候補に上がった。取り調べは深夜から始まった。その夜、どこにいたか、ジョンウォンは答えた。店にいた。と、閉店後も仕込みをしていた。と、しかし、それを証明できる人間は、その場にはいなかった。スヨンは子供を寝かしつけるために早く帰宅しており、従業員もすでに退勤していた。アリバイは、なかった。捜査員たちの視線が変わった瞬間を、ジョンウォンは後に語っている。あの目で見られた時、自分が何者かではなく、何かの記号になった気がした。と、決定打となったのは、一枚の靴底痕だった。現場近くの路地で採取された泥の跡が、ジョンウォンが履いていた作業靴と類似している、と鑑定された。しかし、その鑑定は精密なものではなかった。同じサイズ、同じ製造メーカー、それだけだった。フランス全土で何万足も流通していた靴と同じ型だった、というだけの話だ。それでも、捜査本部は動いた。フランス語が不自由なジョンウォンには、通訳がつけられた。しかし通訳は、法的な専門用語を正確に伝えられる人間ではなかった。署名すれば、家に帰れる、という言葉を信じて、彼は書類に署名した。後にその書類は、自発的な事情聴取への同意、として処理されていた。罪状が固まっていくのに、時間はかからなかった。ジョンウォンが、なぜ自分が、と問い続ける間にも、起訴の準備は静かに、確実に進んでいた。次の夜、彼は独房の扉が閉まる音を聞いた。金属が噛み合う。重い音だった。その音が、長い闇の始まりだと。その時彼はまだ、知らなかった。逮捕、起訴、そして裁判。ジョンウォンの24年が、今まさに幕を開けようとしていた。罪状が固まるのに、時間はかからなかった。1997年秋、パリ郊外の取調室。ジョンウォンは、椅子に座ったまま、ただ前を見つめていた。通訳は、書書で言葉をはしょった。弁護士との面会は、限られていた。彼が署名したいくつかの書類が、何を意味するのか、彼は最後まで、
正確には理解できなかった。起訴状には強盗殺人と記されていた。被害者は同じ移民街に住む男性。現場から数百メートル離れた路地で刺殺体となって発見されていた。ジョン・モンとの接点は薄かった。顔を見知っている。その程度だった。しかし、捜査官の描いた筋書きは違った。目撃証言があった。ただし、証言者は現場から離れた場所にいた人物だった。犯行時刻とされた時間帯に、ジョン・モンに似た男を見た。という、その曖昧な証言が、事件の核心として扱われた。物証は、乏しかった。現場に残された血痕から採取された DNA は、当時の技術では、十分な鑑定ができないとされた。凶器も、発見されていなかった。それでも、捜査は終わりに向かっていた。裁判は、翌年の春に始まった。法廷に立つジョン・ウォンの表情を、傍聴席の記者が記録している。驚きでも怒りでもなく、ただ、呆然としていた。と、フランス語の飛び交う法廷で、彼は自分の名前が呼ばれるたびに、小さく体を揺らした。通訳の声は、一拍遅れて届いた。判事の問いに答えるとき、彼の声は、震えていた。弁護側は、アリバイを主張した。しかし、証人として呼ばれた隣人の証言は、時間の齟齬をつかれ、信頼性を疑われた。目撃証言の曖昧さを問う弁護士の訴えも、証拠の不十分さの前では、かき消されるように退けられた。陪審員の評決は、有罪。その言葉が告げられた瞬間、ジョン・ウォンは何も言わなかった。言葉が出なかった。異国の法廷で、異国の言葉で、人生を奪われた男は、ただ、唇を固く結んでいた。その夜、移送先の刑務所の廊下を歩きながら、彼は一度だけ立ち止まった。壁に手を触れ、冷たいコンクリートの感触を確かめるように、目を閉じた。24年という時間が、その壁の向こうで、静かに積み重なっていこうとしていた。扉が、閉まった。鉄の音が廊下に響き、それきり、静寂が戻った。ジョン・ウォンの24年が、今、始まろうとしていた。最初の夜は、眠れなかった。天井を見つめながら、何度も同じ言葉を繰り返した。なぜ、自分なのか、答えは、返ってこなかった。フランスの刑務所は、冷たかった。言葉が通じない。文化が違う。肌の色も、名前の響きも、周囲の誰とも違った。孤独という言葉では、足りなかった。それは、存在ごと、削られていくような感覚だった。最初の1年、彼はほとんど話さなかった。食事を受け取り、房に戻り、壁を見つめた。韓国にいる家族へ手紙を書こうとして、何度もペンを置いた。何を書けばいい？無実だと、また言えばいい。しかし、誰も信じてくれなかった言葉を、また並べることができなかった。2年目に、小さな変化があった。棒の隅に、古いフランス語の辞書が落ちていた。前の入居者が残したものだった。彼は、それを拾い上げた。ページをめくった。意味もなく。ただ、指でなぞった。気づけば、毎日読んでいた。言葉を覚えることは、武器を持つことだった。自分の無実を、自分の言葉で語れる日のために、その可能性が 1% でも残っているなら、諦めることは、負けることだと、彼は思った。5年が過ぎた。10年が過ぎた。面会に来る人間は、少なくなっていった。韓国の家族は、年老いていった。母からの手紙は、筆跡が揺れ始めた。それでも、彼女は書き続けた。お前は悪くない。と、その一行が、彼を、かろうじてつなぎ止めていた。15年目の冬、彼は一度だけ、すべてを手放しそうになった。もう、いい。そう思った夜があった。
しかし、翌朝、母の手紙を読み返した折り目がほつれるほど読んだ。その紙の感触が彼を引き戻した。生きていなければ真実は届かない。それだけを胸の中心に置いて彼は再び今日をやり過ごした。明日も明後日も同じように24年という時間は人を壊すことができる。しかし時に人を削り出すこともある。チョン・ウォンは壊れなかった。信じ続けた人間がまだ外にいたから、その人たちの話を次は語らなければならない。外の世界でチョン・ウォンを待ち続けた人たちがいた。妻のユン・ソニは夫が収監されてからパリ郊外の小さなアパートを離れなかった。二人の子供を育てながら働きながら弁護士への手紙を書き続けた。フランス語が堪能ではない彼女は辞書を引きながら一文一文を丁寧に綴った。その手紙の束はやがて段ボール箱を3つ埋めるほどになった。長男のジュノは父の顔を6歳の時に失った。面会室のガラス越しにしか父を知らない。それでも彼は成長するにつれ父の無実を信じることをやめなかった。大学で法律を学んだのも偶然ではなかった。父のためにと言葉にすることはなかった。ただそうなった弁護士のフィリップ・モローは国選弁護から始まり、やがて私費でこの案件を追い続けた男だった。勝ち目の薄い案件に時間と金をつぎ込む理由を同僚たちは理解しなかった。モローはただ一言、証拠の記録にほころびがあると繰り返した。2015年、フランスの市民団体記録の番人がこの事件を取り上げた。冤罪事件を専門に調査するジャーナリストたちが当時の裁判記録を精査し始めた。証人尋問の矛盾、物証の保管状況の不備、そして1998年に提出されたはずの内部告発文書が公式記録に存在しないという事実。疑問は積み重なった。団体の代表、クレール・デュボワは語った。隠されたものは必ず形を残す。時間が経っても紙は消えない。その言葉は後に文字通りの意味を持つことになる。2025年、パリ警察庁が老朽化した倉庫の整理を始めた。数十年分の未整理書類が埃をかぶったまま眠っていた。誰もそこに何があるかを知らなかった。いや、正確には知ろうとしてこなかった。そしてその倉庫の棚の奥に一枚の文書があった。日付は1998年。差出人は当時の若い巡査の名前。宛先は上司。内容は証拠物件の取り扱いに関する重大な疑義の申告だった。封筒は一度も開封された形跡がなかった。チョン・ウォンが24年間信じ続けたものがようやく形になろうとしていた。封筒は一度も開かれていなかった。それだけで全てが変わろうとしていた。2026年の春、パリ警察庁の古い倉庫で行われていた書類整理の作業中に、一人の職員が棚の採用に押し込まれた古い封筒を見つけた。埃で変色し、インクはかすれていた。しかし、差出人の名前と日付だけははっきりと読み取れた。1998年4月、あの裁判が終わって、まだ間もない頃のことだった。封筒の中には3枚の文書が折りたたまれていた。内容を読んだ職員は手が震えたと後に語っている。そこには証拠物件の採取過程に重大な手続き上の瑕疵があること、採取された血痕サンプルの保管状態に疑問があること、そして被告人とされた男の自白が誘導の疑いを拭えないことが丁寧な文体で、しかし
明確に記されていた告発状を書いたのは、当時まだ20代だった若い巡査だった。名前は公表されていない。ただ、現在も存命であることが、後に確認された。なぜ、この文書は闇に葬られたのか、上司は、受理を拒んだのか、それとも、受け取った上で、意図的に封印したのか、調査は今も続いている。確かなことは一つだけだ。この告発状が、当時適切に処理されていれば、チョン・ウォンは24年間を牢の中で過ごさずに済んだかもしれないということだ。告発状の発見を受けて、司法当局は直ちに動いた。倉庫の別の棚から、当時の現場証拠物件のうち、血痕が付着した布切れが一点、奇跡的に現存していることが判明した。劣化はあった。しかし、DNA 鑑定には、十分な量の遺伝情報が残っていた。鑑定は、国際的に認定された第三者機関に委託された。結果が出るまでの2週間、チョン・ウォンは何も語らなかったという。面会に訪れた支援者に対しても、ただ窓の外を見つめ、静かにうなずくだけだった。24年間、信じ続けた何かが、ようやく、形になろうとしていた。その重さに、言葉は追いつかなかった。DNA 鑑定の結果は、明白だった。現場に残されていた血痕は、チョン・ウォンのものではなかった。そして、データベースとの照合により、別の人物の遺伝子と、高い確率で一致することが示された。真犯人は、別にいた。それも、当時すでに警察の記録に名前があった人物として、再審請求は、即日受理された。法廷の扉が、ゆっくりと開かれた。チョン・ウォンは、その瞬間を、24年間、夢の中でだけ見てきた。現実の法廷に、再び立つ日が来るとは、もはや信じていなかった。最新の第1回公判は、2026年3月、パリ第一審裁判所の小さな邸内は、静かだった。傍聴席は満員だった。記者たち、支援者たち、そして、被害者の遺族も、そこにいた。側は、冒頭から激しく抵抗した。24年間維持されてきた有罪判決を、ひっくり返すことへの抵抗は、法的なものだけではなかった。組織としての矜持が、そこに絡んでいた。警察内部の隠蔽を認めることは、当時の捜査全体の正当性を、根底から否定することを意味したからだ。弁護側は、3つの証拠を、静かに並べた。1つ目は、1998年に提出され、上部によって葬られた内部告発状の原本。2つ目は、2026年の倉庫整理で発見された、現場血痕の保存サンプル。3つ目は、その DNA 鑑定結果、及び、データベースが示した別人物の一致記録。法廷は、静まり返った。DNA 鑑定の数値が、スクリーンに映し出された瞬間、検察官は、書類から目を上げなかった。裁判長は、メガネを外し、レンズを拭いた。誰も、声を出さなかった。真犯人とされた人物は、すでに別の事件で服役中だった。当時、捜査段階でその名前は一度浮上していたにもかかわらず、チョン・ウォンの逮捕後、記録から消えていた。消されたのか、見落とされたのか、真相は、今も完全には明らかでない。判決は、異例の速さで下された。公判から11日後、再審無罪。裁判長は、短く、しかし明瞭に告げた。本件において、有罪を支える証拠は存在しない。と、チョン・ウォンは、立ったまま、動かなかった。泣きもしなかった。ただ、目を細めて、窓の外の光を見ていた。24年分の時間が一文で終わった。けれど、それは終わりではなかった。
無罪の先に、また別の現実が、静かに口を開けて待っていた。無罪判決から3日が経った。チョン・ウォンは、パリ北郊の小さなホテルに、一人でいた。支援団体が用意した部屋だった。窓の外には、普通の街が広がっていた。人が歩き、車が走り、子供が笑っていた。それが、ひどく、遠かった。24年という時間は、人から何を奪うのか。答えは、単純ではない。チョン・ウォンが最後に自由だったのは、31歳の時だった。髪は黒く、声に張りがあり、まだ、夢というものを、持っていた。55歳になった彼の手は、老人のように節くれ立っていた。刑務所の作業場で、何千時間も、木材を削り続けた後だった。フランス国家は、保証手続きを開始した。24年分の公金に対する賠償金。弁護士は、前例のない金額になる、と言った。チョン・ウォンは、その言葉を聞いて、静かに首を横に振った。お金で買い戻せるものは、何もない。と、彼は言った。31歳から55歳までの時間、結婚しなかった時間、子供を持たなかった時間、母の死に目に会えなかった時間、それらは、どんな数字にも変換されなかった。夜になると、眠れなかった。刑務所では、消灯の合図があった。強制的に、暗くなった。しかし、ホテルの部屋には、スイッチがあった。自分で消さなければならなかった。その選択が、怖かった。自由とは、こういうことだと、彼は気づいた。誰も消してくれない。誰も決めてくれない。すべて、自分が選ばなければならない。被害者の遺族からは、一通の手紙が届いた。短い、しかし誠実な文章だった。私たちもまた、間違いの犠牲者でした。あなたを恨んでいたことを、どうか、許してください。と、書かれていた。チョン・ウォンは、その手紙を、何度も読んだ。涙は出なかった。ただ、胸の奥で、長い間、固く閉じていた何かが、静かに、ほどけていく感覚があった。傷は残る。記憶も残る。時間は、戻らない。変わったことと、変わらなかったこと。その境界線は、まだ、はっきりとしていなかった。チョン・ウォンは翌朝、初めて、自分でカーテンを開けた。光が、部屋に差し込んできた。彼はしばらく、その光の中に、ただ、立っていた。これが、始まりなのか、終わりなのか、それはまだ、誰にも、わからなかった。チョン・ウォンが、初めてカーテンを開けたその朝から、世界は変わったのだろうか。法律の上では、彼は無罪だ。24年という時間が、ようやく、書き直された。ただ、書類の上で訂正された数字が、失われた日々を、取り戻してくれるわけではない。24年。それは、ただの数字ではない。青年が、中年になるまでの時間だ。親の顔を見送れなかった時間だ。誰かを愛し、愛されるはずだった時間だ。1998年、一人の若い警官が、勇気を持って内部告発書を提出した。彼は、何かが間違っていると、確信していた。その一枚の紙は、上司の手によって、闇の中へと消えた。正しいことをしようとした人間が、握りつぶされた。それもまた、この事件の、もう一つの傷だ。2026年、倉庫の片隅で発見された証拠物が、すべてを変えた。偶然か、必然か、それはわからない。ただ、真実は、消えなかった。時間をかけて、息を潜めながら、ずっとそこに、あり続けた。被害者の遺族もまた、揺れている。犯人だと信じていた人間が、無実だったという事実は、彼らの悲しみの形を根本から変えてしまう。誰を憎めばいいのか、
どこへ向かえばいいのか、答えは、まだ、出ていない。この事件が問いかけるのは、司法の正確さだけではない。組織の中で、真実を語ることが、どれほど困難であるか、ということだ。一枚の告発書を隠した人間は、今も、どこかで生きているかもしれない。チョン・ウォンの戦いは、無罪判決で終わったわけではない。失われた時間への保証、組織的隠蔽への責任追及、そして自分自身の人生をもう一度始めること、すべてがこれからだ。あなたならどう思うだろう。もしあなたの隣に正しいことを言えない場所があったとしたら、あなたは声を上げられるだろうか。真実は倉庫の中では眠らせてはいけない。